여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、白です。日本特有の読み方、訓読みは、白というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、ひだと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、白に対し、韓国語の漢字語は、ペイと言います。白、ペイで学習していきましょう。では、白の漢字が入った単語を考えてみましょう。白紙、白鳥、告白、空白などの単語があります。白の漢字の韓国語はペイなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。白紙の紙の漢字は G なので、白紙はベッチとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ベッチ、ベッチ、ベッチ。そして、白鳥の鳥の漢字は鳥なので、白鳥はペッチョとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ペッチョ、ペッチョ、ペッチョ。そして、告白の告の漢字は語なので、告白は語べとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。語べ、語べ、語べ。そして、空白の空の漢字はゴンなので、空白はゴンベとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ゴンベ、ゴンベ、ゴンベ。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。白鳥、鳥獣、獣医、医薬、薬品、品目と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。ペッチョ、ジョス、スイ、의약、薬品、品目。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、
お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を잘 부탁드립니다。ジェミコリアン韓国語教室でした。